はい、皆さんお疲れ様です。ゾーリと申します。トリックロジック続きやっていきたいと思います。切断された5つの首、やっていきたいと思います。ではスタート。何者かによってビルの屋上から突き落とされ昏睡状態に陥った検事吉川樹。その魂は肉体を離れ冥界へ落ちてしまう。冥界に落ちた樹の魂はヤマ・ラージャと名乗る冥界の王と出会う。ヤマは魂を現世に戻すことと引き換えにある仕事を樹に課す。その仕事とは冥界の蔵書アカシャに書かれた現世の未解決事件の記録を読み謎を解き明かすというものだった。謎解きの助っ人として冥界に召喚された事件の関係者天野司と丸の内警部とともに樹はアカシャの謎解きに挑む。一つ目の事件を解決した樹は山に問う。どんな事件の犯人もアカシャでははっきりわかるのかと。アカシャは現世の事件を漏らさず記録していて、どんな事件の犯人も必ずわかるというのが山の答えだった。これによって樹はアカシャに対して強い関心を抱くようになるのだった。2冊目、3冊目のアカシャの事件にも天野司と丸の内警部が関わっていた。天野司は樹が冥界に来てから事件に巻き込まれるようになったと山は告げる。さらにアカシャが樹と司を結びつけているのかもしれないと続けた。そして4冊目のアカシャが生まれた。謎解きの腕前が上がってきた樹のために山が用意したとびっきり難解なアカシャ。切断された5つの首。この事件の謎を解き明かすことが吉川樹の次なる使命である。見つけたぞ。これは難しいわ。何度読み直したが俺にはさっぱりわからなかった。いや、アカシャって本当にミステリーですね。貸してみろ。だいたい殺され方が無謀すぎるんだよ。なんでこんなことするんだろう。本当に人間って残酷な生き物だよな。悲しくなっちゃう。それで今回は協力者はおなじみのこの方。やっぱりそうか。もう一人は彼女だな。察しがいいな。もはやこれは運命と言えるな。では第4回切断された5つの首をよろしくお願いします。またしても面目ない。この丸の内かねてよりの念願かない、ようやく所轄署刑事課から本庁第一課に異動になった。今回ばかりは吉川君に頼らずなんとか自力で解決しようと思ったんだが、完全にお手上げだ。難事件だよこれは。私もさすがにこれ以上は吉川さんに頼れないと思っていろいろ考えてはみたんですけど、とにかく読んでみようか。第一章、頼りない探偵。萩本一平は不運な男である。傘を持たずに外出すれば必ず土砂降りの雨になる。トーストを床に落とせばバターを塗った側が必ず下になる。一平は興信所に勤めているのだが、そこでも不運続きの男として知られていた。尾行をすればマンホールの穴に落ちて尾行対象を見失う。聞き込みをすればその家の飼い犬に噛まれ思わず蹴飛ばして賠償金を請求される。
そのせいで所長からは今度失敗すればクビだと宣告されている。一平はいつも自分が不幸な星の下に生まれたことを嘆いていたが、そんな彼についに最悪な不幸が訪れることになったのだ。よりによって殺人事件に巻き込まれることになったのである。もっとも悪いことばかりではない。そのおかげで天野司という風変わりでチャーミングな女の子と知り合うこともできたのだから。すみません、遅刻しました。1月26日の朝9時半、一平は行き先切って岩下探偵社の書院室に飛び込んだ。所長の岩下圭介の怒鳴り声が聞こえてくるかと思いきや、彼を迎えたのは静けさだった。辺りを見渡すと、10人いる他の書院たちのデスクはどれも空席になっている。唯一残っているのは秘書の中山純子だった。また遅刻？長山はパソコンのキーボードを叩く手を止めると、メガネ越しに一平に呆れたような目を向けた。すみません、昨日の晩ゲームに熱中しすぎて寝過ごしまして。他の人たちはみんな仕事ですか？そう、みんなもう外に出ているわよ。所長は？来客中、依頼人が来てるの。噂をすれば影とやらで、その時、書院室のドアが開いて、所長の岩下圭介がブルドッグのような顔を覗かせた。岩下はがらんとした書院室を見渡し、長山と一平しかいないことにありありと落胆の色を見せてから、いかにもしぶしぶという感じで一平を手招きした。一平はおずおずと立ち上がった。岩下は気の進まない声で、依頼人だ、萩本。お前に担当してもらう。残念ながら今手空いているのはお前だけなんでな。はい。仕事なのだ。一平は力がみなぎってくるのを感じた。岩下は一平に顔を近づけるとドスの効いた声で、いいか、今度こそ失敗するんじゃないぞ。今度失敗したらお払い箱だからな。わかってます。岩下に続いて応接室に入ると、30代前半の知的な顔立ちの女がソファーに座っていた。地味だが高価そうな紺色のスーツに身を包んでいる。ご依頼にぴったりの書院を連れてきました。岩下は乗客用の愛想のいい声を出すと、年は若いですが実に有能な男ですよ。更新書院には見えませんから見張りにはうってつけです。萩本一平と言います。私がご依頼を担当させていただきます。一平はせいぜい有能そうな顔をしてみせた。遠藤律子と言います。よろしくお願いいたします。女は落ち着いた低い声で言い、名刺を出してきた。そこには、中央医科大学附属病院内科と記されている。遠藤さんのご依頼は離婚されたご主人を見張ってほしいというものなんだ。岩下が一平に説明した。そうなんです。別れた夫が娘に近づかないかどうか見張ってほしいのです。娘さんに近づかないようにですか？一平は重々しく相槌を打ってみせた。はい。夫とは1年前に離婚しました。夫の飲酒と浮気と家庭内暴力が原因だったので、娘の親権は私が得て、夫には毎月末に娘との面会の日を設けることにしたんです。ところが、夫はその約束を破って、登下校中の娘に毎日のように付きまとっては自分と一緒に暮らそうと持ちかけるんです。アホだな。言っちゃった俺。カットで。はい。夫とは1年前に離婚しました。夫の飲酒と浮気と家庭内暴力が原因だったので、娘の親権は私が得て、夫には毎月末に娘との面会の日を設けることにしたんです。面会日か。はい。夫とは1年前に離婚し、はい。夫とは1年前に離婚しました。夫の飲酒と浮気と家庭内暴力が原因だったので、娘の親権は私が得て、夫には毎月末に娘との面会日を設けることにしたんです。ところが、
夫はその約束を破って登下校中の娘に毎日のようにつきまとっては自分と一緒に暮らそうと持ちかけるんです。1週間前、娘からその話を聞いた私は夫に電話して二度と娘につきまとわないで、さもないと月に一度の面会も中止にすると脅しました。夫はしぶしぶ受け入れて、それからは娘につきまとうこともなくなったのですけれど、夫がそのうちまた同じことをしないかと心配で、それで夫の日中の行動を見張っていただきたいんです。夜は私も仕事先から戻りますから、娘と一緒にいることができますけれど、日中は学校から帰ったら娘は一人ですから。娘さんはおいくつですか？ 8 歳です。小学3年生になります。別れたご主人は現在何をしていらっしゃるんですか？現在は無職です。2ヶ月前まで予備校で数学の講師をしていたのですが、生徒を殴ってクビになってしまって。見張りは何時から何時までをご希望ですか？私が出勤する朝8時から自宅に戻る夜8時までお願いしたいんです。その間は学校以外では娘は一人になりますから、夫が近づいてくるかもしれません。だからその間、夫が娘に近づかないように見張っていただきたいんです。お任せください。うちにご依頼いただければもう安心ですよ。岩下が言い、鉄平をじろりと見た。所長の言う通りです。別れたご主人のことはきっちり見張りますので、娘さんのことはご心配になる必要はありません。一平はせいぜい自信ありげに胸を張ってみせた。よろしくお願いいたします。それで、毎晩午後8時まで見張りをしていただけましたら、その日のうちに電話で夫のその日の行動を報告していただけるでしょうか。了解いたしました。見張りはどのくらいの期間続けたらよろしいですか？とりあえず1ヶ月お願いします。これは乗客だぞ、というように岩下の顔がほころんだ。遠藤律子の別れた夫は原口真一といい、北区の外れ、ドイル町にあるハイツ高梨というマンションに住んでいた。彼女が岩下探偵社から帰るとすぐ、一平はドイル町へスクーターを走らせた。ハイツ高梨は2車線道路に面した5階建てのマンションだった。全体的に薄汚れた感じで、建てられてからかなり経っているようだ。もちろんオートロックシステムもない。エントランスを抜けると、開放式の通路が奥に伸びており、通路の左側には城壁が、右側には5ヘドのドアが並んでいる。原口の住む103号室のドアの隙間を覗いてみると、鍵はかかっていなかった。原口は室内にいるようだった。さて、どこから見張りをしようか。辺りを見渡すと、通路の胸壁の外には駐車場があり、その向こうを2車線道路が走っている。道路を隔てて向かいにシャレードという喫茶店があるのが見えた。あの喫茶店の窓際席なら、103号室のドアがよく見えるはずだ。一平は道路を渡ってシャレードに入ると窓際席に座った。コーヒーを注文し、103号室のドアを見張り始める。いつでも店が出られるように、コーヒー代金ちょうどの金額をテーブルに用意しておく。今度こそ失敗は許されないぞ、と一平は気負っていた。幼い頃から私立探偵になるのが夢だったが、頼りなさそうな外見が幸いして、あちこちの更新所で採用を断られた末、ようやく岩下探偵社に入れたのだ。今まで数々の失敗を続けてきたが、今度こそ仕事をきちんとこなして所長に認められなければならない。11時40分過ぎ、103号室のドアが開いて、ベージュ色のダウンジャケットを着た男が現れた。30代前半の中肉中背の男で、色白の端正な顔立ちをしている。遠藤律子から写真を借りていたので、すぐに原口真一だと分かった。だが写真の原口はにこやかに微笑んでいるが、今ドアから出てきた原口は荒んだ影が感じられた。離婚後の彼の生活がどのようなものかが想像できた。一平は
急いで立ち上がり、レジで代金を払うと、原口真一の尾行を開始した。原口はゆっくりとした足取りで15分ほど歩き、クイーン駅前の喫茶店に入った。一平も中に入ると、原口が窓際のボックス席に座るのが見えた。あまりそばに寄ると気づかれるかもしれないので、カウンター席に腰を下ろすことにする。原口は落ち着かない様子でしきりに窓の外を伺っていた。どうやら誰かを待っているらしい。突然原口が身なりを整え始めた。待ち人が来るのが見えたのだ。店に入ってきたのは20代半ばの女だった。すらりとした死体で、面長で目つきがきついがかなりの美人だった。原口が笑顔で女に手を振った。女はためらうような素振りを見せたが、冷ややかな顔で原口のボックス席に歩み寄ると腰を下ろした。原口が女に何か懇願し、女は冷たく答えているようだった。それがしばらく続いた後、原口が険悪な表情で何かを言い残し、席を立った。一平もコーヒーを飲みかけにして慌てて後を追う。原口は相当腹を立てているらしく、来た道を脇目も振らずに早足で戻っていった。途中、自分にぶつかりそうになった少年を怒鳴りつける。原口はまっすぐハイツ高梨に戻り、103号室のドアを荒々しく開け、中に消えた。それを確認してから、一平はシャレードの窓際席に戻り、今度は紅茶とサンドイッチを注文した。ウェイトレスがまた戻ってきた一平を怪訝そうな顔で見るので、一平は愛想笑いを浮かべた。その日の午後は103号室のドアを見張ることに費やされた。だが、原口がドアから出てきたのは午後4時頃に夕刊を取りに出た一度だけで、その後は全く姿を見せなかった。指定された午後8時になると、一平は立ち上がり、伸びをした。やれやれ、ようやく1日目の任務終了だ。体がすっかり凝ってしまった。探偵家業も楽ではない。スクーターで岩下探偵社に戻ると、遠藤律子に電話して、今日一日の出来事を報告した。女の人と喫茶店で待ち合わせしていたんですか。きっと原口が今付き合ってる人でしょうね。原口は昔から女にはよくモテていましたから。モテていると言っても、原口さんの方は振られたみたいな様子でした。無職であんな自堕落な生活しているので無理もないですね。その女の人に会いに行った以外には原口はどこにも出かけなかったんですね。ええ、娘さんに近づく様子はありませんでした。よかったと遠藤律子が安心したようにつぶやいた。そして明日からも見張りをお願いしますと言って電話を切った。翌27日の朝8時、一平は開店したばかりのシャレードの窓際席に座り、コーヒーを注文すると103号室の見張りを始めた。昨日のウェイトレスがいぶかしそうな目を向けてくるが気にしない。午前9時頃になり、103号室のドアが開いて原口真一が現れた。赤系統のチェックのセーターにブルージーンズを履いている。出かけるのかと思って哲平は立ち上がりかけたが、原口は郵便受けと並んだエントレスまで歩いていき、朝刊を手にしてすぐに部屋に戻ってしまった。その後、昼頃になって原口がまた出てきた。ダウンジャケットを着ているところから見て、今度こそ外出だろう。一平は急いでシャレードを出ると原口を尾行した。原口はゆっくりとした足取りで近所の商店街を歩き、スーパーマーケットに入った。真っ昼間、端正な顔立ちの男が一人で買い物かごを手にしてスーパーマーケットの店内を歩く姿は妙に哀愁が漂うものである。一平も買い物かごを手にして原口の後ろをさりげなくついていった。原口はミートソースの缶と缶ビール6本パックだけ買うと、ハイツ高梨に戻った。一平はまたシャレードの窓際席での見張りに戻った。午後3時頃になって黒いコート姿の男が103号室前に立ちチャイムを鳴らした。
その横顔を見た一平は一瞬原口がいつの間にか外出していたのかと不思議に思った。だが目を凝らしてみるとそれは別人だった。体つきや色白の肌、鼻筋の通った端正な顔立ちはよく似ているが、こちらは眼鏡をかけているし、何よりも全体的な雰囲気が違う。原口はドアを開け、男と何か言葉を交わして中に通した。一体誰なのだろう。あれだけ似ているということは兄弟だろうか。男は30分ほどして出てくるとマンションから立ち去った。その後は昨日と全く同じだった。原口が103号室から出てきたのは午後4時頃に夕刊を取りに出た一度だけで、その後午後8時まで姿を見せることは全くなかった。一平は岩下探偵社に戻ると遠藤律子に電話で報告した。原口によく似た男の人、それは弟の京二さんですね。弟さんがいるんですか？ええ、看護師をしているんですけれど、原口とは違ってとても真面目な人です。今日は原口さんはお昼頃に近所のスーパーマーケットに買い物に出かけただけで、あとはずっと自宅でした。娘さんに会いに行こうとする様子は見られませんでした。それを聞いてほっとしました。やっぱり更新所にお願いしてよかったわ。翌28日の朝8時、一平はシャレードの窓際席に着いた。眠くて仕方がなく、何度もあくびが出る。昨晩はゲームに熱中してしまい、夜更かしをしたのである。ウェイトレスはもう興味を失ったのか、一平には全く目を向けてこない。午前9時頃、原口が103号室から現れ、いつものように郵便受けに見に行き、新聞を手にして戻ってきた。色白の端正な顔を歪めてあくびをしつつ部屋に戻る。退屈だな、と一平は思った。見張りの対象があまりに動き回るのも困るが、あまり動かないのも困る。もう少し動き回ってくれた方が尾行の技術も試せて楽しいのに、せっかく更新書員になったのだから、もっとワクワクする仕事がしたいものだ。それから2日後、原口が殺されることになるとは、この時の一平には知る由もなかった。第2章、首のない死体。犬も歩けば棒に当たるというが、天野司が歩くと出くわすのが殺人事件だった。と言っても、彼女は刑事ではなく、カメラマン志望の大学生である。貧乏学生なので生活費を稼ぐべく、様々なアルバイトをしている。そんな最中、なぜか必ずと言っていいほど推理小説めいた殺人事件に出くわすのだった。1月31日の朝10時過ぎ、司はハイツ高梨というマンションの前に自転車を止めた。司は今、新聞集金のアルバイトをしているのだが、このマンションの103号室に住む原口真一という人物が購読者なのだ。司は103号室のチャイムを鳴らした。しばらく待ったが誰も出てこなかった。何度チャイムを鳴らしても誰も出てこない。玄関のドアの隙間を見ると鍵がかかっていないから部屋の中にいることは間違いない。居留守を使うつもりか？頭にきた司はドアを開けると大声で叫んだ。東西新聞です。集金に伺いました。玄関を上がってすぐダイニングキッチンになっていたが誰もいなかった。その奥には洋室が見えるがそこにも誰もいない。だが室内には妙に生臭い匂いが漂っていた。一体何の匂いだろう。司はなぜか不吉な予感が湧き上がるのを感じた。どうしようか迷ってから部屋に入って確かめてみることにした。東西新聞です。集金に伺いました。集金用のカバンを盾のように持ちながら靴を脱いで上がり込む。すぐ左手に洋室があり、ドアが半開きになっていた。ドアのそばには脱衣かごがあり、脱いだ衣服とくしゃくしゃになったバスタオルが放り込まれている。そして生臭い匂いは半開きになった隙間から漏れ出ていた。恐る恐るそちらを見た司は隙間から見えたものに思わず悲鳴を上げた。洋室の床に首のないパジャマ姿の男が仰向けに倒れていたのだ。
首だけでなく、両手首、両足首もなかった。もちろん、こんな状態で生きていられるはずがない。司は慌てて靴を履いて103号室を飛び出すと、携帯電話で110番通報した。どうしたんですか？のんびりした若い男の声が聞こえて、司はまた悲鳴を上げた。見ると、20代半ばの頼りなさそうな青年が、怪げそうな顔で司を見つめていた。ひょろりとした体つきで、ぼーっとした締まりのない顔立ちをしている。死体が転がっているんです。死体？誰の？まさか原口真一じゃ。誰だかわかりません。首がないから。首がない？青年は今にもそっとしそうになった。ところで、あなた誰ですか？原口真一さんの知り合い？いいえ、知り合いじゃありません。僕は更新書院で依頼を受けて彼を見張っていたんです。司は思わず相手をじろじろ見てしまった。更新書院というトレンチコートを着た渋い中年男を想像するが、目の前にいる青年はまるで冴えない大学院生のようだ。見張っていた？毎日朝8時から夜8時まで向かいの喫茶店の窓際席からね。今日も朝8時から向かいの喫茶店からこの部屋のドアをずっと見張っていたんです。原口はいつもは朝9時頃に朝刊を取りに現れるのに、今日に限って出てこないんで、どうしたのかと不思議に思っていたんです。そうしたら、あなたがこの部屋に入ってすぐに今朝を変えて飛び出してきて、携帯でどこかに電話し始めたので、なんだか嫌な予感がして来てみたんですが、この部屋のドアを見張っていたんだったら、ひょっとして犯人の姿も目にしているんじゃありません？犯人？いえ、今朝見張りを始めてからこの部屋に入ったのはあなただけだし、昨日も午後8時まで誰もこの部屋を訪ねてきませんでしたけど。とすれば、犯人はこの頼りなさそうな更新書院が見張っていない時間帯に103号室を訪れ、犯行に及んだのだ。犯人め、購読者から新聞代を徴収する前に殺すとは、新聞集金人に対して挑戦するつもりか？新聞集金人の名にかけて絶対に犯人を突き止めてやる。と司は心に誓った。首のない身元不明の死体か。この時のことを思い出すと本当に泣きたくなります。新聞代は集金できないわ、見るも無残な死体を発見するわで散々でしたよ。で、どうですか？何かひらめいたことは？いや、まだ何も。とりあえず分かっていることは、犯人はハインツ高梨103号室原口真一の部屋で発見された。そしてその死体は首と両手首、両足首が切断されていたんだったな。そうです。あれは一度見たら忘れられない光景です。死体を切断するなんて普通の神経じゃ考えられないですよ。殺人を犯す時点で普通の神経という枠から外れている。しかし人間の死体を切断することは容易なことじゃない。それをあえてしたということはそれだけ理由があったんだろうな。君が死体を発見したのは浴室だったな。はい。半開きのドアの隙間から覗いたら浴室の床にドーンと。部屋には鍵がかかってなくて入ってすぐの浴室に死体があった。犯人は死体を隠すつもりはなかったようだ。急いで現場から立ち去って隠す余裕がなかったんでしょうか。あるいはどこかの誰かが発見していることに期待していたとか。まんまと発見してしまいました。まあここまでで確認しておくべきことはそれくらいか。次は警察の捜査結果が知りたいところだな。さて、第3章へ進むとしよう。第3章、現場検証。捜査一課の丸の内刑事警部率いる捜査班が現場に到着したのは午前10時40分のことである。
現場であるハイツ高梨は5階建ての安マンションだった。周囲には所轄署の刑事たちの手によってすでに現場保存テープが貼られ、それを野じ馬たちが取り囲んでいる。ロープのそばで見張りをしていた制服巡査が敬礼をしてくるのに軽くうなずくと、丸の内たちはロープをくぐってマンションに足を踏み入れた。お疲れ様です、警部。郵便受けの並ぶエントランスに入ると、所轄署の刑事が声をかけてきた。今回の死体はすごいですよ。何しろ首が5つも切断されているんですから。首が5つも？どういうことだ？見つかったのは死体は1体じゃなくて5体だったのか？いいえ、1体です。じゃあなんで首が5つも切断されてるんだ？ヤマタのオロチじゃあるまいし、首がいくつもあるもんか。人体には首がいくつもあるじゃないですか。被害者はここのと、所轄署の刑事は自分の喉仏あたりを指さして、首の他に両手首、両足首も切断されているんですよ。丸の内は苦笑した。なるほど。確かに首が5つ切断されているな。捜査の状況は？今は鑑識が作業中です。もうすぐ終わると思いますが、死体を発見したのは誰だ？あそこにいる2人です。私服刑事に付き添われて、2人の男女が所在なさそうに立っていた。ひょろりとした体つきの青年と、色白で童顔な小柄な娘だ。女の方を見た丸の内は思わずため息をついた。あら丸の内警部、よくお会いしますね。娘の方は目ざとく丸の内に気づいて声をかけてきた。また君か。今回もまた死体を発見したのか。ええ、そうなんです。丸の内の住面をものともせず、天野司はニコニコしながら答えた。年は20歳だと聞いたことがあるが、童顔のせいでもっと年下に見える。カメラマン志望の大学生だようだが、貧乏学生なので生活費を稼ぐためにしょっちゅうアルバイトをしているらしい。警部のお知り合いなんですか？所轄署の刑事が驚いたように尋ねる。まあな、腐れんというやつだ。どういうわけか丸の内は殺人現場で彼女によく出くわすのだ。その時の事件は必ず推理小説めいた妙なもので、丸の内は頭を抱えることになるのである。だから今回も彼女の姿を見て丸の内は嫌な予感を覚えた。所轄署の刑事の説明によれば、ひょろりとした青年の方は萩本一平という更新書員で、1月26日から今日31日まで毎日午前8時から午後8時までずっと被害者の原口真一の見張りをしていたという。依頼人は別れた夫である原口が自分の娘につきまとうのではないかと心配で原口の行動を見張らせていたらしい。萩本一平は今朝もマンションの向かいにある喫茶店の窓席萩本一平は今朝もマンションの向かいにある喫茶店の窓際席から現場の103号室を見張っていたのだが、いつもは午前9時過ぎに朝刊を取りに出る原口が今日に限っていつまで経っても出てこないのでどうしたのかと不思議に思ったという。午前10時過ぎに司が新聞集金のアルバイトで103号室を訪れた。玄関のドアに鍵がかかっていないのに、いくらチャイムを鳴らしても返事がないことに腹を立てた司がドアを開け、異臭に気づいて部屋に上がり込み、死体を発見。慌てて部屋から飛び出し、携帯で110番通報している司を見て、一平は何事かと気になって彼女のところへ行ったのだと。やがて監察会員たちのリーダーが作業が終わったことを告げに来た。丸の内は警察医とともに現場の103号室に足を踏み入れた。玄関を上がるとダイニングキッチンがあり、その奥に6畳の洋室がある。玄関の左手には浴室、右手にはトイレ。浴室のドアは開いており、床に死体が倒れているのがちらりと目に入った。丸の内は腹に力を入れて浴室を覗き込んだ。長袖のパジャマを着た中肉中背の男の死体が床に仰向きに転がっていた。男の首、両手首、両足首は切断され、赤黒い断面を見せている。肌の色は男にしてはかなり色白だ。
推定年齢30歳から35歳、推定身長は170センチ前後と丸の内は見積もった。パジャマの左胸にはナイフが突き立っていた。床には切断に用いたと思われるノコギリが転がり、大量の血が流れた跡があった。パジャマはもともと薄いグレーだったらしいが、切断の時に流れた血に染まり、あちこちが赤黒く変色している。犯人は死体の身元を隠すために首、両手首、両足首を切断したのだろう。これらの部位がなければ、要望や歯型、指紋や掌紋、足紋や足のサイズから死体の身元を特定することができないからだ。普通に考えれば、被害者はこの部屋の住人である原口真一だろうが、身元確認をする必要がある。浴室の壁にもあちこち血が飛び散り、赤黒く変色していた。バスタブの蓋は巻かれており、バスタブの中が見えたが、湯は張っておらず、完全に乾いた状態だった。丸の内は浴室を出ると、代わりに警察医を中に入れた。警察医は死体からパジャマを脱がせていく。死体の裸身は男には珍しいほどの色白だった。警察医が死体を調べている間、丸の内は室内を調べることにした。浴室のドアの脇には脱衣かごが置かれていた。中には茶系統のチェックの長袖シャツ、下着シャツ、ブルージーンズと湿ってくしゃくしゃになったバスタオルが放り込まれている。何者かが服を脱いで風呂に入ったのだ。丸の内はそこでバスタブが乾いた状態だったことを思い出した。服を脱いだ人物は湯船に浸かっていない。にもかかわらずバスタオルが使われていることから考えてシャワーを浴びたと思われる。ではシャワーを浴びたのは誰なのか。犯人か被害者のどちらかだろう。被害者がパジャマ姿だったことから考えてシャワーを浴びたのは被害者だと思われる。犯人が死体切断後、血で汚れた体をシャワーで洗ったとも考えられるが、その場合は脱いだ衣服や使ったバスタオルを脱衣かごに残してはいかないだろう。第一、死体切断後は死体が浴室の床を占領しているのだから、犯人がシャワーを浴びる空間はなかっただろうし、自分が切断した死体が転がっている場所でシャワーを浴びようとしていたとも考えられない。とすれば、シャワーを浴びたのは被害者だと断定していい。ダイニングキッチンは床がフローリングになっており、小型の木製テーブル、2脚の椅子、食器棚、冷蔵庫、ゴミ箱、大型の液晶テレビが置かれていた。冷蔵庫を開けてみると、ソース、マヨネーズ、トマトケチャップ、バターなどの調味料や缶ビールの6缶パックがあった。冷凍庫には氷冷皿と袋入りの保冷枕が入っている。液晶テレビは台に乗っており、台の中には収納スペースになっていて、様々な映画の DVD が収められていた。シンクの下の収納スペースには、フライパンや鍋やボウルがいくつも収められ、収納スペースの扉には包丁が3本かけられている。かなり本格的な調理器具が揃っており、原口真一は独身男には珍しく自炊をしていたらしい。シンクの隣には生ゴミが捨てられるらしいプラスチックの蓋付きゴミ箱が置かれていた。蓋を開けてみると、封を切った保冷枕の袋が一つ捨てられている他は空だった。続いて丸の内は奥の洋室に向かった。絨毯が敷かれており、ベッド、タンス、豪華なオーディオシステムが置かれている。ベッドの脇にはプラスチック製のゴミ箱が置かれていたが、中は空だった。オーディオシステムの横には CD ケースがあり、何十枚もの CD が収められている。やがて警察医が浴室から出てきた。先生、被害者の死亡推定時刻は？死後硬着や直腸温度の低下などから判断して、昨日の午後11時から午前0時の間、司法解剖をすればもっと狭められるかもしれませんがね。丸の内は萩本一平が原口を見張っていたのは午前8時から午後8時までと言っていたので思い出した。残念ながら死亡推定時刻には萩本一平は見張りをすでに終えていたから、犯人を目撃している可能性は低いだろう。死因は左胸に突き立てられたナイフ、
ほぼ即死だったでしょうな。現場に転がっていたノコギリが死体切断に使われていたと見て間違いないですか？間違いないです。ノコギリには骨を断つ時にできた刃こぼれまである。犯人は男か女か分かりますか？どちらでもありえますね。確かに人体の5つの部位を切断するという重労働だが、女でもそれぐらいこなすだけの力はありますから。他に気づいたことは？一つ気にかかることがあるんですよ。手首、足首の切断位置がそれぞれ右と左で揃えたように同じなんです。右と左で揃えたように同じ？例えば手首の場合、右手も左手首、例えば手首の場合、右手首も左手首も肘から測っておよそ23センチのところで切断されている。両手首が切断された死体はこれまで何件か扱ったことありますが、どの件も右手首と左手首の切断位置には数センチの差があった。当然でしょう。位置を測って切断するわけじゃないんですから。ところが、この死体は右手首と左手首の切断位置に数ミリ程度の差しかない。同じことが右足首と左足首の切断位置についても言えます。左右の切断位置に数ミリ程度しか差がない？どういうことなんです？犯人は位置を測って切断したということですか？どうしてそんなことを？さあね、それを調べるのがあなたたちの仕事でしょ。丸の内は苦笑した。続いて26日から今日まで毎日原口真一を見張っていたという萩本一平を103号室に呼び入れて話を聞くことにした。昨日の原口の行動について話してくれないか？昨日原口は何をした？何をしたと言っても、午前9時頃と午後4時頃に新聞を取りに出たのと、昼頃に近所のスーパーマーケットに買い物に出かけただけです。あとはずっと103号室にいました。誰か訪ねてきたかね？いえ、誰も。僕が午前8時に見張りを始めてから午後8時に見張りを終えるまで誰一人は訪ねてきませんでした。もう退屈で退屈で。やはり犯人が103号室を訪れたのは萩本一平が見張りを終えた後のようだ。僕から聞いてもいいですか？死亡推定時刻はいつ頃なんですか？昨晩の午後11時から午前0時の間だ。午後11時から午前0時の間。犯人がやってきたのは午後8時に君が見張りを終えた後ということになる。もし君が午後8時以降も帰らずに見張りを続けていたら犯人を見ていたかもしれんな。犯人を見ていたかもしれない。更新書員は真っ青になった。つくづく頼りない男である。丸の内は脱衣かごの中の茶系統のチェックの長袖シャツ、下着シャツ、ブルージーンズを差しながら、昨日原口が着ていた服はこれかね？セーターを着ていたので、その下にどんなシャツを着ていたかはよくわからないですが、襟が茶色だった覚えがありますから、多分この長袖シャツだと思います。ブルージーンズを履いていたのは確かです。脱衣かごに衣服を脱ぎ捨てて、シャワーを浴びたのが原口真一であることはますます確実になった。昨日は原口はほとんど自宅にいたそうだが、それ以前はどうだった？どこかに出かけたり、誰かと会ったりしたかね？見張りを始めた1日目の26日に外出して喫茶店で若い女性と会いましたね。それから27日に原口の弟が訪ねてきて30分ほどして帰ってきました。26日に喫茶店で会ったのはどんな女だった？ 20 代半ばぐらいで面長の美人でした。原口真一が何かしきりに懇願して、女の方は冷たく表情で応じていました。あれはきっと振られた原口がよりを戻してくれと頼んで、女がそれを断ったんでしょうね。他にはいません。そもそも原口はほとんど外出しなかったんです。朝夕に新聞を取りに出るのと、昼頃に近所のスーパーマーケットに買い物に出かけるだけ。依頼人が心配していたように娘につきまとうことは全くなかった。毎晩見張りを終えた後に依頼人に原口の行動を電話して報告したんですけど、朝夕に新聞を取りに出るのと昼頃に買い物に出かけるだけでしたの繰り返しで、見張り合いがなかったです。丸の内は DVD や CD のコレクション、豪華なオーディオシステム、かなり本格的な調理器具を思い出した。
原口真一はインドア派の人間だったようだ。それから丸の内は天野司も呼び寄せると、彼女と萩本一平に言った。さて、君たちに頼みたいことがある。これから死体を見て、それが原口真一のものかどうかを確認してもらいたいんだが。途端に天野司は手を激しく振って、そんな嫌ですよ。死体を見るなんて絶対嫌です。君はしょっちゅう死体に出くわしているじゃないか。だからって嫌なものは嫌です。萩本一平も大きくうなずいて、僕もお断りします。首なし死体は大嫌いで。好きなやつはいないさ。だが死体の身元確認に君たちの証言が役立つかもしれないんだ。市民の義務だと思って頼む。丸の内は嫌がる二人をなだめすかして浴室の首なし死体を確認させた。司の方は、なんで私はいつもこんな目に遭うんですかとぼやきつつも死体にしっかり目を向けたが、萩本一平の方は死体を一目見るなり真っ青になってへなへなと座り込んでしまった。いざとなると女の方が強いようだ。丸の内は浴室のドアを閉めて尋ねた。天野くん、この死体は君が毎月新聞代を受け取っていた原口真一のものか？童顔の大学生は首をかしげて、さあ、月に1回、ほんの数十秒会うだけですから、どんな人かだったなんてよく覚えてないです。ましてこんな状態ですし。萩本君、この死体は君が26日から見張っていた原口真一のものか？頼りなさそうな更新書員は、首がないので分かりません、とだけ答えると、白目を向いて気絶してしまった。新聞の集金を終えた司は、休憩をするために喫茶店に入り、ひょろりとした青年の姿に気づいた。萩本一平が浮かない顔でコーヒーを飲んでいた。萩本君でしたっけ？司が声をかけると、一平は顔を上げ、おや、君は昨日の新聞集金人さんじゃないか。天野司さんだっけ？そう。ついでに言うと、新聞集金人はアルバイトで、本職は大学生。ここ座っていい？ああ、どうぞ。浮かない顔をしてるけど、どうしたの？一平はため息をついた。実は、原口真一が殺されたことで、うちの所長に叱られたんだ。原口が死んでしまったので、見張りの仕事がすぐ終わってしまい、依頼人に少ししか請求できなかった。原口がもっと生きていれば、この後何週間分も請求できたはずなのにってね。でも、そんなこと僕に言われてもね、別に僕が殺したわけじゃないし、原口が殺されたのは僕が見張りを終えた後なんだから、僕には犯行を防ぎようがなかったし。君のところの所長も結構無茶を言う人ね。実は私も新聞販売店の店主に叱られたんだ。なんて？どうしてもう一日早く原口のところに行かなかったんだって。もう一日早く行っていれば原口はまだ生きてたから、1ヶ月分の新聞代金を受け取り損ねることもなかっただろうにって。一平はまたため息をついた。お互い強欲な雇い主に悩まされるよな。実は私、あの事件について一つ疑問に思ってることがあるの。何が疑問なんだい？死体は首、両手首、両足首を切断されていた。犯人は死体が原口真一であることを隠すために首、両手首、両足首を切断したように思える。首がなければ顔や歯型がわからないし、手首がなければ指紋や掌紋がわからないし、足首がなければ足紋や足のサイズがわからないから、身元を特定する手がかりを隠すことができるものね。でも、よく考えると変なのよ。いくらそうして原口真一であることを隠しても、死体を原口の部屋に放置していたら、死体の身元は一目瞭然でしょ？これじゃあ、死体の身元を隠した意味がない。身元を隠すなら、死体は原口の部屋以外の場所に置いておくべきじゃないの。一平はハッとしたように、そう言われればそうだな。身元隠しのために手首、両手首、両足首を切断したのならば、犯人はなぜ死体を原口の部屋に放置したんだろう。ひょっとしてあの死体は本当は原口真一のものではなかったんじゃないかな。原口のものではなかった？原口真一は自分によく似た別人に自分の衣服を着せて殺害し、
死体の首、両手首、両足首を切断して身元を不明にした上で自分の部屋に放置して死体が自分であるものだと思わせたの。そう考えれば死体を原口の部屋に放置したことが説明できるじゃない。面白い考えだな。でしょ？私これから警察に行って話してみようと思うんだ。昨日の丸の内警部は知り合いなの。僕も行くよ。見張っていた相手が殺されてしまって目覚めが悪いんだ。事件の真相を一刻も早く知りたい。司と一平は所轄署に設けられている捜査本部に行き、丸の内警部を呼び出すと、死体は原口真一ではなく別の人のものではないかという説を述べた。丸の内はうんざりした顔で、あいにくだがな、あの死体は確かに原口真一のものであることが確認されたよ。原口の弟、別れた妻、付き合っていた女を3人呼んで確認してもらったんだ。嘘をついてるかもしれませんよ。警察は甘く見るなよ。彼らの証言だけで死体を原口真一のものと断定したわけじゃない。DNA 鑑定もしたんだ。DNA 鑑定？ 103 号室のあちこちに落ちていた毛髪から抽出した DNA と死体の DNA を比較したところ完全に一致した。さらに原口の弟に毛髪を提供してもらい、そこから抽出した DNA と死体の DNA を比較したところ兄弟関係を記した。このことから被害者は原口真一だと考えていい。そうだったんですか。DNA 鑑定の裏付けがあるのではどうしようもない。そういえば現場にあった脱衣かごは脱いだ衣服や使われたバスタオルが入っていましたよね。原口真一がお風呂に入ったんでしょうか。そうだ。脱いだ衣服が事件当日に原口が着ていたものであることは萩本君に確認したし、原口の弟に見せたところ兄の衣服だと証言した。それに衣服やバスタオルに付着した毛髪から抽出した DNA と死体の DNA とが一致したからな。原口はパジャマを着ていたから風呂に入ってパジャマに着替えた後で殺されたことになる。もっとも正確に言うと風呂に入ったとは言えないんだが、というとバスタブは乾いていて湯を張った形跡がなかった。だから正確に言えば被害者は湯船に浸かったのではなくシャワーを浴びたんだ。被害者が死体切断後に自分の体についた血を洗い落とすためにシャワーを浴びたという可能性はないですか？それはない。死体切断後に浴室の床は死体に占領されていて、犯人はシャワーを浴びる空間はなかったはずだし、自分が切断した死体が転がっている場所でシャワーを浴びたというのは心理的に考えにくい。シャワーを浴びたのは被害者だと断定していいだろう。すると犯人は体についた血をどうしたんでしょう。体に血がついても今は冬だからコートを着れば隠せるだろう。手についた血はダイニングキッチンのシンクで洗ったんだ。シンクからルミノール反応が検出されたからな。さあ、警察も忙しいんだ。そろそろお引き取り願えるかね。警部のおかげで凶器、死亡推定時刻、現場の状況、事件に関する基本的な情報が揃ったな。凶器は何でしたっけ？殺害に用いられたのは現場に残されたナイフ。凶器は被害者の左目に突き立てられたナイフだ。左胸を一突き、ほぼ即死だったようだ。凶器のナイフは刺さりっぱなし、切断に用いたノコギリは置きっぱなし。これで犯人の名刺でも置きっぱなしになっていてくれればありがたかったんですがね。冗談を言ってる場合かね。まあでも隠蔽する気は全くなかったようだな。ただし切断された箇所を除いてですね。今のところ頭部と両手足は見つかっていない。頭と手足を持ち帰るならついでにナイフとノコギリも持ち帰ればよかったのに。切断した部位以外はどうでもよかったんだろうな。吉川さん、死亡推定時刻は覚えてます？もちろんだ。死亡推定時刻は1月30日の11時から、午前0時。1月30日の午後11時から午前0時の間だな。
ちょうど日付が変わる頃ですね。萩本くんが午後8時以降も見張りを続けていたら犯人を目撃していたかもしれないんですが、ここで問題になっているのは被害者は本当に原口真一だったのかという点だな。 DNA 鑑定の結果によれば被害者は原口真一で間違いない。司くんはしきりに死体が原口真一のものではないと主張していたが、まだ分かりませんよ。吉川さん、先を読み進めましょう。そして一刻も早く私の身の潔白を証明してみせてください。証明されるのが司くんの犯行の手口でもわしは構わんよ。だから私じゃありませんって。読書くらい静かにさせてもらいたいものだ。はい、というわけで、長くなってしまったので、今回はここで終わりにしたいと思います。それではまた。